こんにちは。ウイスキのぎこちです。今回は私の推し活というか、推し活、シーリングスタンプ会です。これからシーリングスタンプを始めたいなと思っている人へ、4つのコツや注意点を紹介していきます。今回も会員 VTuber 形式でお届けします。いろいろな動画を見てシーリングスタンプに興味を持ったけど、何を揃えればいいかわからないなとか、火を使う場合もあるから怖いなという方もいらっしゃると思います。私も1年半ほど前からシーリングスタンプの趣味を始めて、良かった点、これは注意した方がいいぞという点をいくつか発見しました。失敗から学んだことも多いですが、これを共有すれば皆さんは失敗しないでいられるかもしれないと思い動画にしました。今回の動画は1、最初に揃えた方がいいもの。2、やけどには絶対気をつけて。3、100均グルーガンの裏側。4、自分で絵柄を作ってオリジナルスタンプヘッドを発注した話。という流れで解説していきますので、ぜひ最後まで見てくださいね。私が今回使ったアイテムのリンクは概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。また概要欄に動画内の各項目に飛べるリンクもありますので、皆さんの見たいところまでスキップしてもらっても大丈夫です。まずはシーリングスタンプを始めるときに揃えるべきアイテム。私は主に専門店、例えば池袋にあるフェアリーノートさんの実店舗と通販サイトとか、あとは Amazon、100円ショップのセリアで購入することが多いです。次に必需品についてお話しします。シーリングスタンプヘッドとハンドル。最近は Amazon でも簡単に手に入ります。到着まで数日かかるものは海外発送のこともあります。その時は到着予定日よりも前後することが多いですね。好きな絵柄をぜひ探してみてください。ロフトやハンズでもいろいろなヘッドが置いてあります。実物を見たいよって方はぜひ店頭でチェックしてみてください。シーリングワックス。好きな色を選んで用意しておきます。初心者におすすめなのは、透明なケースに様々な色が入っているタイプのもの。これも Amazon で買えます。好きな色を選びやすいです。慣れてきたら好きな色のワックスを個別に買っていくといいと思います。ここで1点注意。透明度の高い蜂蜜風のワックスは通常よりも溶けにくく、溶かしても垂れにくいので初心者は気をつけてください。あとは100均のワックスと専門店で買うワックスは品質的に結構差があるなという認識です。押した後の絵柄がしっかり出るのがやはり専門店のものがより良いかなという印象。そして使う量についてですが、普通の八角形のワックスの場合、2.5 センチサイズのスタンプで4つ溶かすとちょうどいいぐらいかもしれないです。2回目以降はスプーンを拭かずに再利用する場合、3つずつ足していくといい感じになりますよ。ワックスは失敗してしまってもまた溶かすことで再利用できるので、ここは失敗を恐れず押していきましょう。スプーン。スプーンはワックスを入れて火にかけて温めるためのものです。ちょっと前まで金色や銅色のスプーンが主流でしたが、ここ最近流行っているのが黒いスプーン。これがめちゃくちゃ便利。黒いスプーンはほとんどのものがフッ素加工してあるので、使い終わった固まったワックスをピンセットでペロッと剥がしやすいです。黒いスプーンではない場合は子供用のシリコンスプーンがおすすめ。
まだワックスが溶けているうちにそれでさっとすくうと綺麗な状態を維持できます。残ったものは金属部分に触らないようにティッシュとか布の切れ端で拭き取ってください。布の切れ端は私は捨てる前の靴下を切り刻んでストックしてます。拭き取る時に間違えてスプーンの金属部分に触ってしまうことがあるので、ここは絶対触らないよう気を引き締めてください。私は2回くらいやけどしました。実はめっちゃ危ないです。下にろうそくの火を置いて上にスプーンを置くものです。ワックスをまだ入れていない状態の場合、バランスが悪くてスプーンがひっくり返ることもあるので注意。ワックスをスプーンに入れれば多分大丈夫。最近は電熱式のものもあるので火を使いたくない人はぜひそちらを検討してみてください。ろうそく100均のセリアで買いました。10個セット100円のものを使っています。シリコンマットもしくはセラミックプレートもしくはクッキングシート。私は初期はテーブルの上に雑誌を置いてクッキングシートをかぶせてそこにワックスを垂らして作っていました。コスパいいと思うけど見栄えはそんなでもない。その後おしゃれだなぁと思いフェアリーノートさんでセラミックプレートを購入。そして最近100均のセリアでシリコンマットを買いました。セリア最近シーリングスタンプ用グッズが充実しすぎてます。嬉しい。あるとより楽しめるもの。保冷剤。温かいワックスを使うのでしばらく押しているとスタンプヘッドも温まって固まりにくくなります。スタンプヘッドを保冷剤で冷やしてあげると量産しやすくなるのでおすすめです。ミラーパウダー、着色クリーム。アイシャドウチップで出来上がったスタンプに塗り込みます。キラキラして綺麗。でも塗った場合定着はしないので手にはキラキラがつく場合があるので注意してください。マッキー、白、金色、銀色。Amazon で3色セットを買いました。スタンプの柄の部分だけに塗るといい感じになります。絵柄をもっとよくはっきり見せたい場合に活躍しますよ。マドラー、ワックスをしっかり混ぜて複数の色を均一な色合いにしたい場合に便利。なければ爪楊枝でも代用可能。両面テープ。出来上がったスタンプをどこかに貼りたいときに使えます。やけどには絶対気をつけて。先ほどもお話ししましたが、スプーンのワックスを拭うときにやけどする場合が多い気がします。スプーンは金属部分が全部熱くなります。私は最近は黒いスプーンを使って使い終わったらそのまま保冷剤の上に乗せてワックスを冷やします。そして固まってからピンセットで剥がす方法を取り始めてからやけどすることがなくなりました。皆さんのシーリングスタンプライフのヒントになれば幸いです。100均グルーガンの裏側。グルーガンでもシーリングスタンプ作れるって話を聞いたことがあるという方も多いと思います。私もマジかと思ってお試ししたことがあります。グルーガン本体はおそらく普通にそれでいいと思うんですけど、そこに100均、私が買ったのはダイソーのものですね。そこでゲットしたグルースティックを使ったのがちょっと間違いでした。実はシーリングワックス専用のグルースティックというものが存在するんです。100均のグルースティック、使ったところヘッドから剥がれない。泣きそうになりました。おそらく用途が接着用だからと思います。皆さんはグルースティックはシーリングスタンプ専用のものを使ってくださいね。エルバンというメーカーが結構有名みたいです。Amazon にもあるので
概要欄に貼っておきますね。透明なものからカラフルなもの、いろいろあるみたいです。シーリングスタンプ、グルースティックで検索するとたくさん出てきますよ。自分で絵柄を作ってオリジナルスタンプヘッドを発注した話。実は私、イラストを描くのがとても好きで、シーリングスタンプヘッドも自分のオリジナルのイラストで作りたいと思って発注したことがあります。それはもうシーリングスタンプ始めて半月ぐらい。勢いいいな。初心者も初心者です。当時いろいろ調べて、クリーマというサービスのサイトでスタンプヘッドを制作してくださる方を見つけてお願いした次第です。まず手書きで iPad のクリップスタジオというアプリでイラストを作成。JPEG で大きめサイズに書き出します。そうしたらデスクトップ版の Adobe Illustrator でイラストをパス化してテキストにはアウトライン化もしてデータを提出。しかし 2.5 センチのサイズには細かすぎる図柄だったため、だいぶ線や柄の大きさ、太さの調整を重ねたり、依頼した方もアドバイスくださったり、その説はお世話になりました。そして真鍮のヘッドが仕上がりました。図柄も業者さんが納得いくまで作り直してくださったりして、時間は数週間かかっちゃいましたが、とっても満足のいくヘッドが仕上がりました。また機会があったら依頼しようと思っているくらい気に入ってます。いかがだったでしょうか？以上、私の失敗談とコツを共有した動画でした。これから始める方の参考になれば嬉しいです。そしてシーリングスタンプは沼な趣味ですが、ぜひ触る機会があったら体験してみてください。とっても楽しいですよ。まとめ。それでは今回のまとめです。シーリングスタンプ初心者の方へ伝えたい。1、最初に揃えた方がいいもの。2、やけどには絶対に気をつけて。3、100均グルーガンの裏側。4、自分で絵柄を作ってオリジナルスタンプヘッドを発注した話。怪我なく無理なく楽しくシーリングスタンプライフを楽しみましょう。もしこの動画が良かったよっていう方は高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。このチャンネルういしきでは私リコチが推しているコンテンツの動画をアップしています。イラスト制作だったり、シーリングスタンプだったり、ドル活だったり、何か面白い企画があったら誘ってください。では、またねー。